今回はチェーンソーマン第2部4話で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェーンソーマンのネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。吉田博文は学校をサボっており、朝と優子の二人はデビルハンター部に入部するため、街中で悪魔探しを開始します。吉田は民間のデビルハンターとしても活動しているため、何らかの任務で休みになっている可能性がありますが、優子はそんな吉田に対して、デビルハンターになりたくないのかなと発言しており、彼が現役のデビルハンターであることは、伏せられていることがわかります。また優子は両親を悪魔に殺されており、高い給与と悪魔への復讐のために、デビルハンターを志望しているようです。前回のストーリーで登場した優子の家が、貧しい雰囲気でしたが、この理由が判明しました。これはくしくも朝と同じ境遇だったため、お互い親近感が湧き、その距離は縮まっていきます。そして朝との共通点に興奮した優子は、私たちって漫画の主人公みたいじゃない。デビルハンターになったらバビ組もうよ、と持ちかけますが、体内に悪魔を抱える朝は、引き気味になれたらね、と返答します。そもそも朝は戦争の悪魔から、チェーンソーマンを倒したら体を返してやると言われているものの、この言葉には契約という文言が一切なく、三鷹朝として蘇れる保証はありません。次に政治家の街頭演説によって、チェーンソーマンの世界では日本人の20人に7人が悪魔に殺されている、という事実が分かりました。20人のうち7人、つまり 35% という高い確率で、悪魔によって人生を終えるわけですが、2021年の調査では、現実の日本人の死因1位は癌で、その確率はおよそ 27% です。このことからもいかに悪魔が人間にとって脅威かわかります。もっとも第一部で描かれた10の悪魔による大量殺戮や、公安職員の高すぎる殉職率が、この数値を引き上げている可能性もありますが、この場面では、20人に1人が自殺する。20人に1人が人間に殺される。という壊滅的な治安も判明しています。現実の日本では、自殺が死因に占める割合は 1.5%。他殺による死はその70分の1で非常に稀です。つまり他殺に関しては、現実の70倍も遭遇する可能性が高いこととなり、朝や優子が刀や斧を持って街中を歩いているにもかかわらず、通報されないことにも納得がいきます。しかしながら、第一部では武器を持った一般人は描かれていなかったため、この世界の治安は急速に悪化しているようです。次に悪魔に関する報道について見ていきましょう。朝の家のテレビでは、チェーンソーマンに関するニュースが流れていましたが、今回登場した政治家の話によれば、悪魔の被害が報道されることは基本的にない、という事実が分かりました。これについては、第一部で語られたように、銃を使ったテロ映像が全世界に流れたことをきっかけに、銃への強い恐怖が集まり、そして銃の悪魔が生まれ、その被害の大きさから悪魔全体がさらに強くなってしまった、という過去の教訓が生かされています。つまり悪魔による事件の報道に規制をかけて、民衆からの恐怖が集まらないようにしているわけです。しかしながらくだらない芸能人の裏話が頻繁に報道されている点は、現実の日本と変わらないと言えるでしょう。次にコウモリの悪魔について見ていきます。今回のストーリーでは、第一部に登場したコウモリの悪魔が再登場しました。コウモリの悪魔は、第一部でパワーの飼い猫ニャーコを拉致して、それを取り返そうとするデンジと、街中でバトルを繰り広げました。デビルハンターになったデンジが初めて敵として戦った。知性が高く喋ることが可能な悪魔です。作中の悪魔は地獄で死ぬと人間の世界で蘇り、人間の世界で死ぬと地獄で蘇るという、輪廻転生をしています。つまり第一部で討伐されたものの、再び人間界に出てきたということは、その後に地獄で殺されたということです。ちなみに蘇った悪魔は、前世の記憶や地獄での記憶がなくなった別個体となり、今回登場したコウモリの悪魔も、見た目や行動の性質が変わっていました。第一部で登場したコウモリの悪魔は、人質を使って魔人を脅したり、食べる人間を襟好みするなど、その行動は知性を感じさせるものでした。しかしながら第二部では、今のところ言葉を放つ様子もなく、目についた人間を無作為に襲っており、明らかに行動パターンが異なっています。また顔や翼のデザインも大きく異なっており、モデルとなったコウモリの種類も第一部と、第二部では異なっているようです。支配の悪魔ことマキマが、ナユタという子供の姿になったことからも、
悪魔も輪廻転生によって復活した後に、徐々に成長、成熟していく生態系があると考察できます。余談ですが、コウモリの悪魔が登場したシーンでは、ビルの天井にはパイプが張り巡らされており、これは空論城のように、違法な増改築を繰り返したことが伺えますが、ここに頻繁に悪魔に建物を壊される世界観が現れています。今回のストーリーではコウモリの悪魔が、捕まえた人間を食べるシーンが描かれていましたが、これはフランシスコ、で、ゴヤの、我が子を食らうサプルヌスという絵画に、構図がよく似ています。この絵画は、自分の子に殺されるという予言に恐れたサプルヌスが、自らの5人の子供を次々に飲み込むという、ローマ神話の伝承がモチーフとなっています。藤本達樹先生は、作中でこのような美術作品をオマージュとして使うことがあり、第1部では牧間の部屋に失楽園をモチーフとした絵画が飾られていました。今回も何らかの伏線となっている可能性があり、詳しい絵画の解説は省きますが、興味のある方はぜひ調べてみてください。次に戦争の悪魔の強さや能力について、新たに判明した事実をまとめていきます。朝と信仰を深める友好を見た戦争の悪魔は、唐突に友好を殺して武器にしようと提案するものの、当然のように朝は反対します。そして話をそらすために、私をお前って呼ばないで、とまくし立てます。戦争の悪魔はそれに対して、お前だって私をあんたとしか呼ばないじゃないかと反論しますが、朝に戦争の悪魔なんて呼びにくいと言われ、どこか傷ついたような反応を見せました。そして朝との対比からか、夜と呼べと相性を自ら決めました。このことから、戦争の悪魔こと夜の乗っ取り前の姿は、よだかがモチーフで間違いなさそうです。少し話がそれますが、よだかがモチーフになっている有名な作品に、宮沢賢治のよだかの星があります。よだかの星は、その醜い姿が原因で他の鳥から嫌われているよだかが、周囲の鷹から鷹の名前を使っていることを逆恨みされ、また自らが多くの虫の命を奪って生きていることを嫌悪した結果、夜空に向かって飛び続けたよだかが、最終的に青白く燃え上がるよだかの星となる物語です。この内容が影響しているかは不明ですが、朝がクラスでいじめに遭っていたこと、そしてこの物語が、宮沢賢治の罪悪感を色濃く反映したもの、であることを考慮すると、何らかの関係はありそうです。またここまでのストーリーで、朝、夕、夜の名前を持つキャラクターが登場しました。時間を表す言葉としては昼が未登場ですが、第1部でコウモリの悪魔の恋人だった、昼の悪魔がどのように関連してくるかは気になるところです。先ほどよだかの星の罪悪感について触れましたが、優子を殺して武器にしようと提案した夜が、戦争の悪魔の武器化能力に関する新たな情報を開示しました。それは武器にする存在に対して、罪悪感が高ければ高いほどより強い武器になるというものです。これは夜が朝の脳の半分を残した理由にもつながる事実で、朝に罪悪感を感じさせることで、武器化した時の威力を底上げさせる、という目的が隠されていたと考察できます。夜が優子を殺そうと提案したのは、朝が優子に好感を持っており、殺した際の罪悪感が大きいと見込めるからであり、名前を呼びにくいと言われて傷つく姿を見せているものの、夜も立派に悪魔らしい悪魔ということがわかります。また罪悪感については第1部で人形の悪魔と契約しているサンタクロースが、精巧な人形を作るための条件の一つとして挙げていた感情でした。罪悪感という人間の感情は、悪魔の特殊な思考を満たすのでしょう。ちなみに朝は、自分に好感を持っていたコケピーを殺したことに対して、強い罪悪感を抱いていました。そのため悪魔を武器化できるのかは不明ですが、コケピーの死体を使用すれば強力な武器が生まれるはずです。今回のストーリーでは、突然コウモリの悪魔と遭遇したことで、朝がひどく恐怖している時夜は体を乗っ取れない、という事実も判明しました。これは罪悪感を集めるために、朝の脳みそを残したことによる弊害とも言えます。今後もこのような急展開で悪魔と戦闘する場合には、どこかで朝が落ち着く必要がありますが、一体どのような対処をしていくのか気になるところです。そしてもし入れ替われたとしても、現状の夜と朝では、コウモリの悪魔に勝てないことも明かされます。正義の悪魔よりもコウモリの悪魔が強いのか、それとも正義の悪魔を討伐した田中脊髄剣が強力だったのか、もしくは夜が何らかの弱体化を受けているのかは不明ですが、戦争がコウモリよりも弱いという事実は衝撃です。ちなみにコウモリは様々な疫病を媒介する厄介な動物で、
現実世界で猛威を振るっているコロナウイルスの自然宿主でもあり、またエボラ出血熱とマールブルグ出血熱など、多くの致死的感染を起こすウイルスを保有していることが知られています。つまり致死性のウイルスを媒介する存在として、強く人間に恐れられているということでしょう。今回のストーリーには登場のなかった吉田ですが、次回以降の活躍はあるのでしょうか？またデンジことチェンソーマンは未だに消息が不明で、その登場が待たれます。コウモリの悪魔はデンジ因縁の相手でもあるため、次回以降のストーリーでの登場は大いに期待できるでしょう。ちなみにデンジがコウモリの悪魔を倒す構図は、チェンソーマンが武器人間を一掃する際にも使われており、デンジの再登場時にこの構図が再び描かれるのか、といった点にも注目です。そして優子を殺すべきという会話の際に、一匹の猫が朝と夜を見つめているコマがありました。以前の動画でも紹介したように、朝と夜が会話するシーンで、3話の鳥が強調されていたコマがあったため、二人の会話を支配の悪魔であるナユタが盗聴している可能性は濃厚でしょう。また夜はもっと仲良くなってからと発言していたものの、優子の武器化が実行される懸念もあります。夜がコウモリの悪魔に勝てないのは、田中脊髄剣のような武器がないためで、強力な武器さえあれば、コウモリの悪魔にもたやすく勝利することができるでしょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察や次のストーリーの展開予想をコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。